10月はね、そう9月の配信でやばい10月めっちゃ楽しみって言ってたのが本当に時の流れめっちゃ早くて、最近子供メンタルに入ってから私の時が過ぎるのめっちゃ早くて楽しすぎてね、充実しすぎてめっちゃ幸せなことだなって10月も思ったのですよね。3月じゃないや、私5月5にデビューして、もう私の中では1年ぐらい経ったイメージそうの感覚なのに、去年の私の1年ぐらいのこの期間が今5ヶ月ぐらいで詰め込まれてる感じがするから、まだデビューして半年経ってないんやって思うと、まだまだまだ自分成長しなきゃいけないなって思うし、なんか焦らないのもダメだけど焦るのもさ良くない。なんて言うんだろう、早く先輩みたいにならなきゃ、早くって思うと多分めっちゃ自分プレッシャーに弱いからできなくなっちゃうんだけど、でもね、半年経ってもっと成長してたいなって自分の中では思うから、あと1ヶ月もないけど半年まで頑張らなきゃって思うんだよね、めっちゃ。最近ね、もう2日もうたった2日3日2日なんだけど、もう本当にうつってなっちゃって本当に私は子供メンタルに入る前は本当になんだろうな、感情がない人間だったので、こんな今ニコニコしてみんなと喋ってたりとかさ、なんだろうなライブ見てうわすげえかっけえって思うことあるんだけど、今はね。だけどこの2日間でだんだん前の自分に戻ってきちゃって、なんかね、ふとした時にまずいってなるの。今戻ってたよ自分ってなるのね。この子供メンタルに入る前は本当にただただ朝起きて自分の行くべき場所、やるべきことをやって帰って、でこう天井を見て今日も一日終わったって終わってたのね、毎日で。なんかね、そんな日々ってめっちゃ辛いじゃん。なんて言うんだろうな。でも傍から見たら私ってなんて言うんだろうな、すごいもう難しい、言い方が難しいんだけど、自分がやりたい、その時は自分がやりたいことも自分がやりたいって言って行ってる場所にやりたいって言って行った場所でやりたいことをやってたから、傍から見たらすごく幸せだったんだけど、なんか自分がやりたいって言って行った場所だったから後戻りできなくなっちゃって、でなんか生きてる意味もってずっとなってたの、ずっとね。ただでも音楽が大好きっていうのは変わらんかったから、ずっとオーディションになんか応募し続けてたんだよ。でもずっともう落ちてずっと落ち続けてきて、なんか自分の価値って何なんだろうってこう思った時があって、でそんな時に子供メンタルの全部君のせいださんがオーディションしてて、もうなんていうの、もうパッて見せる時すぐ応募して、で私はきっとね、この曲はなんていうの、いろんな人のいろんな解釈の仕方があると思うんだけど、私は無題合唱がむちゃくちゃその時の自分にうわっってきて、入り始めのさ、一人ぼっちだから居場所なんてなくてさ、繰り返す日々に泣けずにいたってあるじゃん。その歌詞がなんか私の選んだ場所で一人ぼっちだったのね、その時。なんか馴染めなくて、
その場所に。ででもやっぱ自分が選んだ場所だったから行かなきゃいけなくて、後戻りできない。でも一人ぼっちで、傍から見たら幸せ、はぁでもう泣けないじゃん、そんな状況って。で感情が無になって、でもこれって私だけなのかなって思ってた。なんて言うんだろうなっていうもう本当に無な時期があったんだけど、その曲をなんか聞いた時に、わ、今の私じゃんってなったし、メロディーもめっちゃ好きだし、なんかもうここの事務所もし落ちたらもうね、なんかもう全てを終わらせようと思ってたの。もうここに必要とされないんだったら私はもうもういいってなんかそう拗ねたみたいになるけど、もういいかなって思ったんだよ。でこの事務所を受けて、まあ全休さんは全然落ちちゃったんだけど、そうでもその時に社長がなんか私とお仕事をしたいって言ってくれて、でその時初めてなんか人に必要とされたっていうか、あなたがいいって言ってくれた人がいて、って私の大好きな人が、大好きな事務所の社長が私を必要としてくれたのがすごい嬉しくて、そっから私のなんていうんだろうな、私は心から笑えるようになったし、なんていうんだ、こんなにたくさんの人に好きって言ってもらえることがもう本当に今までの人生信じられないくらいの出来事で、人に愛されるってこんなに嬉しいことなんやって思ったんだよね。そうだからこの半年まだ経ってないけど、こんなにもたくさんの愛をね受けてすごく幸せなんだよねっていう、そうっていう今半年を過ごしてて、でもう10月もね、今10月、そう10月終わって、なんか今月もいろんな出会いがあったし、なんか初めましてなのになんかすごい優しい、なんかなんていうの、ずっと知ってたんだけど初めて会えて、なんか頑張ってるの知ってるからねって言ってくれる人がいて、ありがとうございますって思って、だからこれからもいろんな出会いをしていくだろうし、いろんな人に愛してもらえるような人間になりたいなって思ってるから、だから私はずっとここで、必要としてくれる人がいる限りここにいたいなって思うし、そう絶対にみんなのなんていうの、期待とか裏切らないよ答えられるように頑張るから、11月をねいっぱい思い出作ろうねっていう、そうっていう話ですそうなんですよね。そうだから日記をねいつもっていうか先月から見る配信にしようと思ってるんだよね。そうだから私の人生よかった、ここで出会えて本当に多分ここに出会えてなかったら私ももうね多分この世にいないからそんな言葉を言語を理解してるに越したことないけど、昔は音はそう私さ、舞台合唱のドゥルルルルルルンドゥンドゥドゥドゥンのメロディードゥルルルンドゥルルルンってあるじゃん。あそこがめっちゃ好きだ。もうあれから好き。もう好き、ゾクッとする。だからバンドのセットの時とかもう今でも何回もライブで見てるけど、あれが来た瞬間ブワーってなるの。なんか泣くところはサビとかなんだけど、
私あの歌詞ね、本当に全部自分の人生で、最初の入りは今の自分、諦めない、いやいやもうね、私が諦めない諦めないっていうか続けられてるのはみんなのおかげだし、何回もそう9月が一番辛かって、でもその時支えてくれたのはみんなで、10月はね比較的昨日一昨日昨日くらいが一番のブーンってなってた。本当にそうあの時の自分を思い出しちゃって、なんかご飯も食べれなくなって、なんかもうずっとこうでやんなきゃいけないこともいっぱいあるし、なんかそうハロウィンに向けてさ、いろいろ作りたいものとかあったし、外に出なきゃって思えば思うほど出れなくなるってなっちゃうんだよね、私って。なんかなんだろうな、意外とっていうか全然弱い人間なんだけど、私は。そうなんか誰かがこう前を走っていってくれる今先輩がいるけどがいないと、多分私はね折れちゃう折れちゃう人かもしれないそうだからこの2日間3日間2日間本当に、昨日はそう牛光時さんのライブを見るためにやっと外に出れたんだけど、そういうことがないとね本当に外に出れないんだよね私なんかなんだろうな、天気も悪かった。雨とかさ、寒いと出たくないじゃん。でしかも家で楽しめる系の人間だったらいいんだけど、家にいて、先輩は海外であんな頑張ってるのに私は何してるんだってなっちゃって、やんなきゃってなるとどんどんできなくなっちゃうのね。だからほんと廃人だった、ずっとってなってたから、やっと今配信しますって言って配信するために外に今日出れたし、なんかね本当にダメだよね私、ライブとかないと、本当動いてないとダメな人間だから、一生動いてるよ私はそう信じられないほど寝た。だから早く時が過ぎろって思ってめっちゃ寝た。私にとって珍しくない、めっちゃ。だからずっと体調悪くて、私長い間寝るとね体調悪くなっちゃうんだけど、そう体調悪いし、ね、でも時間経つの遅いしっていう、もう負のサイクルだったから、やっと昨日外出たーってなった10、その呼び方初めてだよ必要とされるか、そうなの。なんか本当に私ちっちゃい頃、ちっちゃい頃から必要とされるっていうのはなかった。なんかね、なんだろうな、愛は受けてきたと思うんだけど、なんやろね、嬉しいよね、やっぱ必要とされると。だから今日もさ、なんだっけ、寂しいってつぶやいた時に一蓮に会いたいって言ってくれる私はそれなーみたいな感じでいっぱい来ると思ったら、リプがなんか一緒だねみたいなバーって来ると思ったら、なんか私に会いたいって言ってくれる人がいるんだって思って、めっちゃ嬉しかって、そんななんかそれを求めてたみたいになっちゃうけど、違うって思ってありがとうって、本当に嬉しかった。今日めっちゃお昼くらいからハッピーラッキーって感じ人褒められて違う本当めっちゃ綺麗だもん。だってあんなもう下の方たちを信用してめちゃめちゃ姿勢よくあんな前のめりにリフトでき、普通さ私だったら多分ねへえってなっちゃうの。どんだけ好きなアイドルさんがいても多分こっちを見ちゃうの。だけどもう押しめがけて
もう好きってリフトしてる姿はみんな素敵よ、かっけーって思うから、私もいつかそんなされるような人に出会えるといいなって思ってあれってどんな感覚なんだろうね。私全然まだリフト一回なんかふざけてなんか行けよみたいなこういうノリでされたことはあるんだけど、私もその時はってなってたんだけど、本当に好きな人がここにいてその人に向かって歌うっていうのってめっちゃ幸せなことだよねって思って。でもさ、リフトしててさ無視されることってあるの？みんなここにさいてさ、いるじゃん推しが。あれ俺こんな近くにいるのに、私こんな近くにいるのにってなることってあるのかな辛かってあれ今辛かってっつった辛かって噛んだだけだよ多分。今日は大人っぽい。そうなの、今日はねハロウィンって感じ仮装とまではいかないけどちょっとブラックしかも見て、多分さっき見てなかった、あれここかわいいでしょ、赤色、私の大好きな赤色のピアスつけたんだ。あとハーフツインなんだてっててって14時間寝てたの14時間ってほぼでもねあれよな、寝るのが好きな人ってよくない？私寝るのめっちゃ嫌いなんよ。寝るのめっちゃ嫌いなのに時間が経つのが遅すぎて、あれ見た急にあれの話変わるけど、ダンダダン見たなんかみんなが面白いって言ってたから見た。めちゃめちゃ面白かった。やっぱね、アニメもともとその廃人時代なんていうの、その子供メンタルに入る前はもう本当にずっとアニメ、映画、ゲームしてた人で、アニメを久しぶりに見たのよ。もうなんかワンピースとかみんな見返しようかなとか思って、でもその体力はなかったんだけど、なんかもううつうつだったからなんかもうアニメ見ててもってなっちゃうかったからあれだったんだけど、だんだん見たのよ。5話くらいあっただったから見れた。なんかちょっとここなんかなんていうの、あんまりセンシティブだからあれだけどさ、言葉的にめっちゃ面白かった。なんだっけ、何ババアだっけターボババアの乗っ取られたさ、名前なんだっけ、男の子、あの子めっちゃダリーのやつめっちゃ良かったあれいいわ、ああいうキャラ好き私。じゃあ振り返りましょうかねそう、9月1日がね本当にね、9月はね1日がなんか月の初めってさってなんない？なんか私そんなポジティブ人間じゃないからさ、幸せってなんないのあんまり。ってなっちゃう、オカルになっちゃうの。だりーってなっちゃうからさこの1日ねめちゃめちゃね体調悪くなってるまたなんて書いてんだろうな。そう、サボろうと思えばサボれる、だけどダメだみたいなことが書いてあるそうなの。この日何があったんだろう私は。そうだ、体力をつけるためにはどうしたらいいんだろうって思ってる時期で、ずっと今も思ってるんだけど、なんか今はねやっとまあコンディションによるんだけど息切れずにライブできるようには歌えない時もあるんだけど、一個の曲、一つ曲むちゃくちゃ苦しいのがあって、なんていうの、教えてないしょ可愛いなり方はちょっとわかんない、初めて生まれる嘘っていうのがあるんだけど、わかんない恥ってこう息継ぎができないの。私はわかんないだけだったのね、あれが歌割りが。で初めて生まれる嘘ってこうみんながねこうかぶせてくる
パートだったんだけど、もうそれを全部やっぱ歌わんといかんってなった時に歌えないんだよやっぱ物理的にこうってなるじゃん。で息が吸えなくて歌えないっていうのが多くて、でもそれって私が努力すればなんとかなる話じゃん。なんて言うんだろうな、じゃあそこ息継がないくらい肺活量を鍛えればいいやんなっていう話じゃん。だからとにかく声の出し方と体力をつけようって思ってたんだけど、私ね実は何年くらいなんだろう、1年2年くらいジムに通ってて走ってるんだよ。でもこれでもう走ってるって言っても20分とかしか走ってないんだけどなんていうの、持久力をつけるために走ってるわけじゃなくて、なんかそのなんていうメニュー筋トレのメニューってあるじゃん。そのメニューの中に組み込まれてる20分だから20分走るって言うんだけど、なんかそれ走ってても体力ついてないから、なんか絶対やり方が間違ってるって思って小持さんに相談したのよ。小持さんって言って、小持さんも一人でステージ立ったことがあるっていうのを聞いて、小持さんって言って、どうやってやったら一つのライブを息切らさずに、できますかねって言って、やっぱその体力つけないと楽しくなかったんだよね、そのライブが。で歌えなくて苦しくて、ずっと苦しいってやっぱその苦しさって伝わるじゃん、みんなにも。でってなってるのを伝わっちゃうのも伝わってるねっていう顔も分かってるから、もうそんなライブしたくないって思って小持さんに聞いたの。でそしたら小持さんはなんと2年間もの間小持さんはなんかスタジオを借りてたくさん練習してたんだって。ずっと深夜練とかね、長い時間、もうなんていうの、水泳とか走るとかじゃなくて、もうその本番と一緒のことを何回もするしかないってその時思ったって言ってて、私もじゃあそれをするってなって、小持さんがだよ、もうすごい完璧で、私の中ではむちゃくちゃ完璧で歌もめちゃくちゃうまくて、でもあんなたくさん踊ってもう声がぶれなくてめちゃくちゃ歌うまいじゃん。もう腹から声出てる。あんなすごい人が2年間もの間練習してできたものなんだって思ったら、私何してんだ、私もやんなきゃって思って、で始めたこの日私も言ってる。本当にすごい人だと改めて思ったって言ってて、でもうめっちゃ小持さんのこと書いてる。小持さんには笑顔でいてほしい、大好き、めちゃくちゃ書いてある私もここすごい箇条書きみたいに書いてる。そう、この時鳥山木さんに対してのツイートをしてて、なんかもうみんな幸せになってほしいって私が外部から言うことじゃないけどっていうことを書いてる。みんな幸せになってって書いてる。ダンスの体力やばそうですよね。もうね、でもやる前からできないって言いたくないんだよね、私。なんかもうやってダメならやって2年も3年も4年も5年もやって体力つかないんだったら、もうそれは私の体が悪いじゃん絶対どんだけやっても体力つかない体なんやって思えるけど、まだやってもないのに4人のパートなんて歌えない、無理、20分もライブできないですとか絶対言いたくなくて、やってみようとりあえずってなったんだよね。その9月の時もそうだし今もだけど、苦しいけどとりあえず続けて、いつか
いつかかっこいいライブできるようになるんだって思ってますそうそもそもそれ曲でいやでもあるよね、なんか一人で歌う曲のブレスのところとみんなで歌う曲のブレスって全然違うじゃん。だからそのブレスも無視できるぐらい私は肺を鍛えますだから今遠征のさ車の中とかでも一人でってこの細く長く吐くってメイさんが教えてくれた。そうそれをやるといいよって、だからそれをやってるけどやっぱねまだね続けて2とか1ヶ月そんなさすぐ身につくもんじゃないじゃん肺活量とかって。だから続けなきゃなって思ってるんだ。そうだからさこの2日間でさ本当はさやんなきゃいけないって自分でも思ってて、スタジオとかさ予約しちゃえば外出るだろうって思ったの。だけど出なかったんだよね。もう練習しなきゃって思ったらできなかったからもう挽回する。11月10月次名古屋大阪行く時にもっと成長したライブ見せるから待っててねって約束したから、もっと頑張るよ。ありがとう。そんなストイックではないよ私って自分には甘いから外出れなくなるしそう前を走ってくれる先輩がいるから頑張ってる人がいるとね頑張らなきゃって思うからさ、頑張んなきゃだよもっともっとね。私には時間がないんだよね本当に。あるけどないねなんていうの生きる時間はあるけど、なんていうの自分が成し遂げたいタイムリミットはもっともっともう明日にでも頑張りね成長したいから一歩。そうなんです。大内さんは本当にすごい人なんですよ。まあ、皆さんすごいと思うけど本当になんかねかっけーって皆さん思いますよとか言って。この日は2日。この日してるよ早速この日今日は深夜練をしたって聞いて次の日にもうすぐ行き始めている私。でも私ねやっぱ深夜めっちゃね集中できる人で、なんか好きななんて言うんだろうな、お昼とかだとさほんと3時間とかでさギュッてしてさ、その予約枠とかさあんま長い時間取れんからさ、なんていうのギュッとしてそのさ短時間で集中しなきゃ頑張れってなるじゃん。だからなんか追い込まれると私ねなんかねやばいって焦っちゃうから、こう深夜のさ莫大な時間でさいつでも休憩していいです、いつでも練習できますっていうなんか場所を与えられるとめっちゃ集中できるっていうことに気づいたから、多分深夜練が合ってない人もいるだろうけど私は合ってるタイプの人間だったから、これからね続けたいなって思ってるんだよ。この日は昨日結構ねそう牛光時さんのライブに行ったんだよ。めっちゃなんかね新しいステージ構成というか書いたんだけど日記にも、なんか初めて見るような演出だってわーってなんかかっこいいって思った。なんかこの日めちゃめちゃ体調崩してる3日そう私さこの日にさ津村葛根湯っていうさ知ってるみんな漢方薬あれがねめっちゃね最強ってことに気づいた。風邪あんまりひかない人で私なんかうん
強くてなんかね鼻水とか出ないんだけど、この日めっちゃ出てて喉も痛くなって風邪だって言ってて、でも気持ちで負けたら終わりって書いてある松岡修造みたいな人がいる気持ちで負けたら終わりだって書いてある。だからそう、私は一人だから絶対に休めない、体調管理はしっかりしようって自分に言ってる。津村葛根湯を飲んで次の日もうケロッと元気になってるあ、そうで5日千村さんの生誕だったんだよ。めっちゃ幸せ空間だったんだよね。なんか生誕祭8月とかにめっちゃいっぱいあったイメージで、そう、それこそ小持さんとかの生誕もあって、でなんかね1ヶ月に1回あるような気持ちでいたから、なんかちょっとしばらくなかったじゃん。で10月に入って千村さん生誕で、すげえってなって、本当にもう愛が溢れてるって、めちゃめちゃありきたりな表現だけど愛が溢れてる現場で、なんかそうこの日皆さん私にまで優しくしてくれてね、グッズ買ってくれたりとかめっちゃ嬉しかったんだよ。お菓子とかもねめっちゃくれてるそう私も誰かに愛されて生誕祭したいって書いて、新しい目標ができましたって書いてある。生誕祭ってさめっちゃ、だってさ自分のこと好きな人がさ、それこそお花とかさレッドでお高いんだらお高いさやつをさでデザインとかもしてくれてさ、写真とかもさ入れてくれて、めっちゃ自分のために時間使ってくれて企画してくれて、でいろんな人が力合わせてくれてさできた日じゃん。すごいそれって幸せなことだよなと思って、なんか自分もいつかそんなたくさんの人にさお祝いされる日が、そう生誕祭来るたびに思うんだよね。私もね、自分の誕生日なんてさ今までなんか別にいいものだったのいらないっていうか、なんか特別お祝いってこともなかったし、まあ、ちっちゃい頃はもちろんあったんだけど、だんだんでかくなるでかくなるにつれてさ、なんて言うんだろう、なくなってって、でそれこそなんかまあそんなにむずいなんかね寂しい言い方になるけど、友達からお祝いとかもさあんまりなかったからさ、なんか周りの人はさめっちゃこう風船とかさこうハッピーバースデーとかやってたのそれを私はすげえって端からこうって見てた人間だから、あ今日は私も誕生日なんだけどなーって見てた人間だったからさ、なんかそんななんかあんな盛大に祝ってもらえる人生って幸せって思って、私もいつかされたいなって思って夢が一個また増えて、私もどんどん夢が増えてくんだけどさ、そうだから私もいつかあの前でこうやって写真撮りたいあと8年後とかになるかもしれないけどいちねちゃんのペースありがとうありがとう、ペースで私のペースで頑張るよ、ありがとう。わかる、深夜静かです。そうだ、静かなのがいいんだ私。それだ、多分本当にそう最近ね気づいた。自分のことを好きとか興味あるなっていう目をしてくれる人にはこう話しかけに行けるの。って。だけど何も、それこそそのスタジオとかでさこういっぱい集団がいたりするとめちゃめちゃやばいって人見知りが発揮されるの。昨日もそうだったの。吉光時さんのライブ行って、いつもだったらさ
子供メンタルのファンの方がさ「あ種丸」とかさ「一蓮ちゃん」ってさこうめっちゃ優しく出迎えてくれるじゃん。だけど昨日はさ本当に子供メンタルのファンの方は123人4人くらいいらっしゃったんだけど、でもねいつもとは違うお客さんの方々でもうやばいって誰とも目を合わせれなくて、最初私誰もいないと思ったのよ、子供メンタルのファンの方。あの人やあの人やあの人やあの人はいるかなって思ったんだけど、そうでもう下見てこうやってタタタタタって走ってもう入ってって、そしたらいてその顔を知ってる方がね、でもよかったーって思ってさ私はそういえば私人見知りだったんだって、そう子供メンタルに入ってから人見知りのことを忘れてたんだけど、みんな思った最初。私はね実は人見知りでもちょっとでも「うん?」ってって顔してくれたり、ライブ中とかまっすぐな目で私のことを見てくれる人がいてくれたら、私もその人にすごく大好きになるんだけど、やっぱね基本ね怖いわ人の目が怖くなる時がある、たまに。そうでもさ、この3日間本当にね子供メンタルに入る前の自分を思い出した。人見知りで廃人っていうことを、そうやったって思って、私は変わりましたわ。多分ね、変わっていくよこれからも。めちゃめちゃなんていうの、もうあれになるわ、陽キャになるわイエイイエイってなれるようになる。でもあれだよね、私は格言を聞いたんだけど、陽キャの人は1軍とか2軍とか分けないって私は1軍の人やとか2軍の人だ、私は何軍やとか考えてる時点でもうダメなんだって。ダメだったでもいいんだそれで、きっと。そうでいつか誕生日が嬉しい日になるといいなって。そうだよ、じゃあ今年一人じゃない、今年は一人の誕生日じゃないんだ、多分ね。ここに今回みたいにいるかって一人じゃないと思う。皆さんが海外に行かなければ私は誰かにおめでとうって言ってもらえるんやもう去年とか一人でケーキ買って一人でお祝いしたもん。 YouTube 見ながらチーズケーキ買ってこんくらいのおめでとう自分っつっておめでたいんか。そしてまあおめでたいか、おめでたい、おめでたいそうだからいつかね今年は配信とかすると思うから、多分1月ですでも1月ね忙しいんだよねきっと、この子供メンタルが。大丈夫かな。私の誕生日私が動き出そう私が動き出して誕生日です人見知り感ないけど、いや多分あれよ、なんか一瞬気になってくれたんだよ君は私を。だから行けたんよ、チェキ取りに来てくれたやん。そこで好きになったんよ。私好きって言われると好きになっちゃうからさ単純だからそう陽キャ目指したい。陽キャ目指そう陽キャ顔だけどね。そうなったみんな優しい、人懐っこいって言ってくれるのありがとうそう
多分子供メンタルのファンの方は優しいって知ってるから温かい空間だからいけるんだけど、やっぱね一歩外に出たらねファッってなる。それこそ子供メンタルに入る前のその私はもうこれすぎもう目を合わせれないし、で勝手に多分ね一人でね孤立してたよ、勝手に多分歩み寄ってくれる人もいたのかもしれないけど、なんかね大人数がね苦手なんだよね。なんていうの、女子グループ、いわゆる女子グループがもう私が一緒にいたのはね8人くらいのグループでねもうすごいの、もうなんていうの、誰かが話し始めてもどっか笑いってなって、はあやばい私もなんか話さないとってなるたびにもやばいってなっちゃうから、だからねどんどん馴染めなくて無理して笑って、でなんかこのなんかね無理して笑いすぎてなんていうの、笑顔心から笑うっていうのが分かんなくなって、一人の方が楽なのかなとか、でも一人は一人なりに辛いこともあるけど、でも難しいとこだよね。なんかここってむずくない？なんか無理して友達と一緒にいるか一人一匹狼でいるかっていうのめっちゃ悩んだ時期があって、なんか一人でいる分にはいいよ、一人行動する分には。だけどあいつ一人ってこうあいつ一人じゃねってこう思われてるかもって思うのが怖かったんだよ。だからそれこそ仲良かった子たちの外れて一人になった時になんかこうってなった時が怖すぎてまた戻ったのよなんかいろいろあって、こういろいろね、そうでこう省かれた時もあったし、かと思えば仲良くなった時もあったし、もうそれがめっちゃ嫌だって、だったら一人になった方がっていうのもあって、でそう一人が楽って思っちゃった時期があったから、なんだろうね、人見知りではないのかなわからないけど今までの人生で人見知りになってしまったのかもしれないチーズケーキチーズケーキ、そうショートケーキが売り切れてたんですよ、その日は。私はショートケーキが好きなんです。いちごのショートケーキを食べたのって。今日も一人じゃないよ、ありがとう。今日も一人じゃないね、みんながいるよ。事務所には一人だけどそうだからさ、今この空間でさ配信してるのはさ、ずっと私が一方的にさみんなにボワーって喋ってるじゃんだからなんかこう申し訳ない、私はもうなんかこの3日間2日間でたまりにたまったいろいろがあるんですよ。喋る人がなんせいないもんでそうだから怖かったの、私2日間歌を歌うこと以外言葉を発しなくて、なんかたまに天井を向いてなんか今日も一人とかなんか適当なことを言うんだけど、こう会話ってないじゃん。私会話が好きなんだよね。こう人とこうお話、目を見てその人の表情とか、今どこ向いたとか、今この人は何を考えてるんだろうとか、こう見るのがすごい好きでさ、だから今ね私は無表情なカメラさんと一緒に喋ってるでコメントを見ながら、そういえばさ、日本来るんだよね、12月のカレンダーに入れたんだよね、待ってるよ。12月の27からだよね、27から1月の27まで。誕生日の時いない私の誕生日30いない。じゃあ前夜祭しよう。全
バグった全野菜やさよしようやっほー、今来たやっほー、来てくれてありがとう。大人数ね、わかるよ。なんか大人数多分好きな人があれなんだよね、それ陽キャっちゅう分類なんだよね、きっと。まあね、どっちがいいとか悪いとかないよね。生まれて持った人間性だから、私はそっち寄りの人間でも変わった。子供メンタルさんに入らせていただき、私はだんだんいい方になっている気がするんだ単独行動好き。私もね、そう、単独行動は好きなんよ。だけど周りの人にさ、そうあいつ一人やんって思われて、多分何にも思ってないよ周りの人は。だけど思われてるかもしれないっていう自分が嫌でね。そうだからそれこそさ、今もさ、どっか一人で行こうかなって思ったんだけどね、一人で行けるべき場所なのかめっちゃ Google で調べたりとかさするんよ。で結局お家が一番ってなっちゃうことがあるんですよね。よくわからん、自分でも。今までの人生生きてきて、一人がいいんか一人が嫌なんかわからんけどね。そうこの日は車でね帰って、千村さんの生誕で車で帰った時にね、なんかすごい幸せを感じている私。なんか私ね、現場っていうかライブのところから帰るまでのさ、車の中めっちゃ好きで、なんか先輩方がさ、たわいもない会話をするじゃん。お仕事じゃない、今日例えばそれこそファンの方の「今日誰々いたね」とか「今日の誰々めっちゃ可愛かったよね」とか、なんか本当にたわいもない会話がめちゃくちゃ好きで、そうすごい幸せ空間なのよ、あの空間って。でなんかサービスエリア寄ったりとかさ、サービスエリア寄るってめっちゃ夢じゃない？私ねすごい好きなのよ、サービスエリアって場所が。なんかどこか行くとかじゃなくて、サービスエリア行きたいぐらい好きで。なんか分かる人いないかな、浮かれてる感じなんか悪いから言い方悪いけど、みんなさ楽しそうじゃん。どっか行こうとしてる人たちとかさ、帰って楽しそうにホクホクした人たちがいっぱいいるじゃん。その空間めっちゃ好きなんよ。なんか今から旅行行く人たちがご飯食べるとかさ、お土産いっぱい売ってたりとかめっちゃ好きでさ、でそこに寄ってコンビニでお菓子買ったりアイス買ったりして先輩たちと食べてるっていうのが幸せって思ってさ、絶対なかったことじゃん。だってここに入ってさ、で遠征するできるっていうか、させていただけるようになる前はさできなかったことだからさ、めっちゃ幸せなんよ今。この前ね、なんだっけ、何の時だったかな、そうだ、 NSLE さんの名古屋遠征の帰る時か。で私はスタッフさんで行ったんだけど、その時にめっちゃ夜中2時とか3時とかかなに、私全然もう車の中で一人全然起きてるんだけど、寝ることもあるけどね。でもうどうしてもその日名古屋であれに行ったんですよ。名前忘れちゃった。なんかね、こうビュッフェじゃなくて、なんていうの、こう取れるやつ、学食みたいなさ、こう取れるやつやつ、ミスドみたいなこうやってトレイをやってさ、こうやって取るやつあるじゃん、おかずとか。ああいう系の店に行って、名古屋とかあっち方面にしかないなんかあってっていう店が。でそこでご飯食べて、私肉じゃがとご飯とほうれん草と赤だしの味噌汁美味しかった。そう
取ったらおばあちゃんって言われたんだけどおばあちゃん定食って言われたんだけどでもみんな肉じゃがでご飯食べれるよね。そうでそれを食べた後、私ね、ご飯食べた後絶対甘いもん食べたいの。だけど食べずにそのまま外出たのね。で車乗ったからずっと甘いもん食べたくて、でサービスエリア行って、もう23時かな、2時か3時くらいの時にアイスを買ったんですよ。でチョコのアイスをゆちおみさんと大好きなゆちおみさんと一緒に買いに行って、で一緒にアイスを食べて帰るっていう、そのとっても幸せ空間で、皆さん寝てらっしゃって、でゆちさんがなんかガサガサしだして「何しだした?」って思ったら、お菓子食べ始めた。なんかファンの方からもらったお菓子食べ始めて、なんか様子がおかしかったんよ。んって思って「ゆちさん?」ってずっと見てて、なんか最初は普通にパッパって食べてて、だんだんなんかってなってんで、んってどうしたんだろうって思ったら、パッて後ろ見てきて「一年辛いの食べれる?」って言われて「あめっちゃ好きです」って言って「このお菓子辛すぎて食べれない」って言ってきてめっちゃ可愛いって思って、もううわっと、もう皆さん寝てらっしゃったから、もうなんか何もめっちゃ平然を装ったけど、その時も心臓が可愛すぎているって思って、もうぜひ食べさせてくださいって言って、めっちゃ辛いお菓子をいただいて、正体は何だったのか知らんけど、めっちゃキュンキュンエピソードその車の中のキュンキュンエピソードで、いつさん可愛いんだよな。ええ戻ってる。どうなってる。聞こえてる。あえあれ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 熱っ。あよかった。熱っ。ごめんなさいごめんなさい。通販のアラームだ。何もうやだ。いろいろ合ってる。これでいいんだよね。こうだって一旦落ち着こう。今は見えている。そしてアラームが鳴った。それだけ見えているよね。熱い。そう、バッテリーが切れたっぽくて一応予備で充電しといてよかった。怖かった。で今アラームが鳴ったってことはあれですね、通販が15分前です。もう一回ごめんなさいね、みんなごめん、突然切れちゃった。バッテリー切れちゃったみたいで、よかった、予備で充電しといてよかった。みんな察知してくれてたね。あわあわしてるって、もうその通りでございました。なんかコメント流れてる、どうしよう、なんで切れてる、画面枕どうしよう、声は聞こえてるとか言ってて聞こえてなかったよかった。ありがとうみんな。じゃあ通販説明します。もう怖いよ。一人でできる。俺は一人でできるんだ。よかった。心臓痛かった。予備用意して、本当によかった。予備用意しといて。いや充電が4つあったのよ。4つで絶対いけると思うじゃん。多分1時間もまだ経ってないもんね。そうなんかこれ見てるよね。なんか画面がね変わっちゃってんだけど、まあできてるならいいんだ。そうなんかこうちょっと手で確認。そう
で一応そこに充電しといて、今もね新しく充電し始めた。怖いから。もう私機械音痴すぎてダメだ。まだしかも10月の振り返り5日しかできてないよまだでもね、私の心に残った日はね、ほんと最近。いやでも全部残ってるから書いてるんだよな。そう、初めて遠征に行ったんだよ。それが大事だよ。でも全部大事な日だよ。6日も大事。5日から始まって6日の日は西暦3ツアー初日で、フェイス2を初めてやってって書いてあるけど、めちゃくちゃ良かった。皆さん聞いたかな。もう初めてライブで聞いて、音源とかは聞いてたんだけど、あんな高音の長い歌詞をなんか一生懸命歌ってる姿を見て、うわーって、もうね、やっぱ一生懸命な姿ってすごいかっこいいよね。私もそう見るたびに思う。こうならなきゃって。一生懸命な姿って素敵だよねって思った。でこの日は1曲目からもみさんが泣いてて、私も泣いちゃったんだよねこの日。なんかツアー初日ってさ、きっとなんだろうな、皆さんいろんな思いがあって、このねセリキさんのツアーでさ、私きっと泣いちゃよかったのかな、あの場はってちょっと思ってしまったけど、もう終わってしまったことだから何も言えなかったけど、あの場でなんか涙を流したかったのは私じゃないよなってちょっと反省した部分はあったね。なんかそうなんです。でもすごくいい初日だったですよそうだから私が出演させてもらう日はね、みんな少しでも笑顔にしようって心に決めた、そんな一日でした。この日は8日麻雀配信。そう、麻雀配信、そう20なんか今月末にやるって言ってたんだけど、それはなくなりまして、11月にやるのかな。まだあんまり決まってないけど、みんなでやりたいねって。私あと結構まだずっとねやってるから、ちょっと強くなったあれしないようにしてるんだよ。なんだっけポンしないようにしてる出てきてもしないようにしてる。私は我慢って思って、もうなんか前やった時、この日から8日やった時に、なんかやらない時の方が勝てたんよ。できたから我慢しなきゃねいけない。もうだってあんなさ、なんかリーチみたいな感じでさ、ポンポンって出てきたらさ、やっちゃうじゃん。みんな我慢できる間に合ったマリトッツォみたいに言うじゃん間に合ったありがとう間に合ってくれてスマホのアラーム強っ朝焼けにむせるような香りって始まるのめっちゃいいねそれ。私ね、一回ね、一時期お経みたいなのしてた時期があったんだよね。なんか謎にわかんにゃーあらみたじんよーってちょっと待ってはっってなるじゃん。何ってなるじゃん。だからそれがたまにねまだね残ってて、たまにね出てくるから怖いんだよね。多分大丈夫だと思うけど、なんかさアラームの設定よくわかんないんだよね。なるじゃんいきなりベーベーって。だからさ確認できなくて、いつかお経が出てくるかもしれない私の。よくもらい泣きとかするタイプなので、俺が泣いていいとかね。そうそう、私もらい泣きレベルやばいよ。もらい泣きレベル、もう小町さんが泣いてる瞬間もう無理ってなって、私背向けたもん、見ないようにでもステージ見たいじゃん私。見なきゃってなってたずっと。もうだから
でもこのツアーはっていうか聖敵さんのツアーは笑顔で見届けるんだって決めたから、来月の11日はその全力を届けるので会いに来てね、みんな。この日は全部君のせいださんと西暦さんとなので、めちゃめちゃ楽しい一日になるはずします。私は応援として全力で盛り上げて1曲目から行くので会いに来てね、みんな。私めちゃくちゃ最近気づいたことがあって、なんか一番ってなるのがパソコンとかのさ、このローディングマークめちゃくちゃってなるんで、なんかね、あんまりイライラしないの。なんかこれを待ってる間にこっちやればいいやとかなるんだけど、パソコンのこれってさ一生消えなくない？なんか消えなくって、この日もうバグなのか知らないけど、待ってればいいって思ってたの、私は。それでなんかいろいろこっち携帯で作業してたりしたら一生これなの。だからもうパソコンがダメなのかなって思って、最近気づきパソコンのぐるぐるが一番ちょっとダメです、私は容量がいっぱいなのかに。そうだ、この辺からオーディションが始まったんだよね。そう、オーディションいい人がね来てくれると嬉しいけど、なんて言うんだろうね、私はめちゃくちゃもう人生かけて救われたから、ここの事務所にさ。だからすごい、なんて言うんだろうな、気持ちがめっちゃ強くて、ここで頑張っていきたいし、売れたいし、たくさんの人を私がここで命を救われたから、誰か一人の命救えたらめっちゃ素敵なことだし、ちょっとのことでもいいんだよね。なんていうの、一年に会うために仕事頑張ろうとか、明日ライブだからなんか今ちょっと気分落ち込んでるけど頑張って生きてみようとか思ってもらえるってことがすごい嬉しいじゃん。でそんな人を一人でも増やしたいし、もういろんな叶えたい夢がたくさんあるのね。でだからなんて言うんだろうな、難しいけど、今このやっぱさあるじゃん、グループ内でもさ、こう頑張りたい欲ってさ、いろんな差が生まれてきちゃったらさ、すごく活動しづらいと思うのね。なんて言うんだろう、誰でもいいわけじゃないし、やっぱり嘘つき内緒が好き、楽曲出てないから難しいんだけど、子供メンタルがすごく好きで、もうここの事務所どうしても私がそうだから、もうここじゃなきゃ嫌だっていう人だったからっていう人がいたらとても幸せだなって思うし、もしね、なんか難しいとこではあるんだが、どこでもいいやって入ってきた子がもしね一緒に活動していくとしたら、絶対めっちゃやる気の差って生まれちゃうと思うからさ、オーディションって難しいなってめっちゃ思ったんだよね。なんか私がやっぱそっちに合わせるっていうことはしたくなくて、やる気もしなかった、そしたら絶対もう嘘つき内緒って絶対落ちてっちゃうじゃん。だから私は上に行きたい。でもそこに一緒になって頑張ってくれる子がいてほしいって思いながらずっとオーディションの告知とかしてて、すごく私は気持ちが強
いんだよってことを今発信してて、でね、それで来てくれるかなって毎日ドキドキしながら待っている31日か待ってお待ちしております。今ここで見てくれてる人に言うことじゃないかもしれないけど、待ってるんだよ今、そういう状況。一円ドリーム応援してます。ありがとう。そう、私はね、上を向いてちょっとね頑張っていきたいから、下は向かないよ足は向かないよついてんでねそのリーダーがね下向いとっちゃいかんよねって思って、なんかリーダーって難しいんだなって、すごい嫌われ役にもならないといけないだろうしさ、言いたくないことだって言わなきゃいけない時だってあるし、なんかなんて言うんだろうね、人に怒ったりとかさ、こう注意したりするのってすごいさ、そちら注意する側もすごくさ苦しいよねって思って、だから私いつもなんか怒られたりとか、怒られるっていうことはもうないけどさ、注意してくれたりさ、こう言ってくれる時はありがてえって思いながら聞いてるんだけどさね、なんかそれをこれから私はしていかなきゃいけないから、そのメンタルも身につけようって最近思ってるけど、人に言えないよね、あんまり怖くて。10月10日、通販終わってた。ありがとう、待ってくれて。すごく遅くなってしまったけどね、パソコンみんなやっぱね、むしゃむしゃじゃないよ食べちゃったむしゃくしゃするよね。むしゃくしゃしちゃう。ありがとうみんなね。なんかやっぱみんなもさ、なんていうのかな、私は今私のことを応援してくれてる人がさ、なんて言うんだろうな、きっとまださ、そりゃね、5年6年7年続けてる方はさ、すごい絶対やめないっていうさあるじゃん、信頼が。だけど私まださね、まだ入ったばっかだからさ、まだ得られない、その信頼を得られてないかもしれないけど、これからもっと長く続けて、もっと愛してもらえるように頑張るし、この人やめないなって思ってもらえるような行動をするから、見ていてほしいです。私は絶対やめない、信じてくださいそうですこの10日11だ、いちさんの誕生日当日、10日11、12でゆちさんデーだったんだよね。ゆちさんのお誕生日期間だったんだ。だからこの日はもうゆちさんのことめっちゃ語ってる。ゆちさんがたくさんの人に愛されて、ゆちさんがたくさんの人を愛してる姿を見て幸せだった。私もゆちさんのこと大好きだ言ってる。この日10月はお誕生日の方が多かったんですな。だからそうだよね、なんかこれだけタレントさんというかいるとさ、ギュッと固まる月もあればさ、固まらない、全然誕生日の人いないですっていう時もあるよね。だから生誕祭大事だね、とっても。絶対に私は行かせていただこう、そんな幸せな日に。13日全部君のせいさん9周年ってすごいよね。9年前ってみんな何してた？ 9 年前私何してた？
絶対またぼーっと生きてるずっと9年前ってだってね、ちょっとポロッと言っちゃいそうになっちゃうけどさ、言っちゃダメなんだよね。うんうんだねだからそんな私がね学校とかに行ってる間にもう始まってたんやで、この伝説は。すごいよね。でそっからずっとバトンをさ引き継いで今私は9周年の場に行かせていただいてさ、今でも全部君のせいださんのさライブを見させていただいてるっていうのめちゃくちゃすごいことだなって思って、なんか感動したよね。すごくなんかいろんなことがあっただろうに、めぐみさんって本当にすごいよねってその時思って、なんかいつか私もめぐみさんのような人になりたいです、目指すべき方はあの方です。私は本当に小学生だよ小学生か。9年前は社会人3年目。あれいい人生や。みんなの9年すごいな。私も今日もだったわ。とっても今の私がいることなんて想像もしてないし、まずこういう、歌が好きっていうのはずっと変わらんでいたけど、でもね9年経ってまさか自分が歌う側になっているとは思ってもなかった幸せだよ、とっても。てってん。9年前って平成今もう令和何年かわかんない。平成だよね。平成じゃない平成うん平成いいよね。平成って私平成の音楽めっちゃ好きなんよ。これは昭和に入るのかも。昭和平成の音楽めっちゃ好きで、そうだよ、今浜崎あゆみさんの大好きな、私あゆのね上海であれが大パニックじゃねえやダイナミックパネル、でっかいねパネルがあるの、上海に。絶対行きたかった。すごいタイミングじゃない？あゆも11月2日とかに上海行くんだよめっちゃファンとしてのあれだけど、そうだから私がもし行けてたらダイナミックパネル見れたこの時か9周年のあの時からめぐみさん走り出してたと思ったら本当にすごいと思ったって。今まで今私の目の前で歌っているすごいって書いてある。私の9年後どうだろうって書いてる。9年後か。9年後もみんなと一緒にいれたらいいね。なんかね、9年前から好きって方いるのかな、わからないけど、私みんなはさ子供メンタルさんを好きに子供メンタルさんって子供メンタルを好きになったきっかけとか何みんなの。結構いろんなあるよね。私はもう無題合唱だけど、で14大阪に初めて行きました。初めて大阪でライブして、前に一回そのテフテフさんのスタッフさんとして大阪行ったんだけど、自分で大阪でライブするっていうのは初めてで、14日がめちゃめちゃ記念すべき日だったよ、この日は。で大阪のお客さんね、嘘つき内緒の曲知らないじゃん。知らなくて、でしかも西暦さんを見に来てるからさ、私すごい緊張しちゃって、
いわゆるなんて言うんだっけ、アウェイ私意味あんま分かってないんだけどさそうだから大丈夫かなって思ったんだけど、めちゃくちゃ盛り上がってくださって、きっと知らないと思うけど声も出してくれて、でいつも東京で見てくださる野木の方たちは後ろの方でね、そう声出してくれてトレインもしてくれて、めちゃくちゃ嬉しかった。そうなの、すごく嬉しかったんだよね。で次の日の名古屋も頑張ろうって思えたし、野木さんってあったかいなって思ったよ。すごく優しかった、嬉しかったよこの日。でも心残りが一つあって大阪で私 MC しないで帰ったんだよありがとうございましたってって帰っちゃって、であの後にすぐに浩一さんとかにMC しないみたいな感じで、してもよかったんですかみたいな。私勝手に MC しちゃダメだと思ってたから、やばいしてよかったんかと思って、で次の日の名古屋でちゃんと感謝の気持ちとか、これから嘘つきな衣装として頑張っていきますっていう決意表明だったり、今の自分の気持ちとかをいろいろ話して全部言いたいこと言えたんだよ。真っ黒タデマルだよ真っ黒タデマルだよ。今日もお仕事かなだったかな。そう分かるの。小留さんは楽曲の良さとメンバーね。そうなんです、そうなの。私ね、今までいろんな音楽を聴いてきて、バンドの音楽だったり、それこそあゆの曲だったりとか、工藤静香さんとかも好きでね。であと海外の忘れちゃった、どう忘れちゃった、なんだっけ、忘れちゃった。そう海外の曲とかも聴いてたりして、で自分の中では結構もうテリトリーがあったわけよ、音楽のね、好きな曲のでも子供メンタルさんの曲を聴いてなんか自分の知らない世界がめちゃめちゃあって、自分の好きな世界っていうのいろんな世界はあったのよ。だけど自分の大好きな曲の世界がまた一個あって、みたいな、もう新しい惑星一個見つけちゃったみたいな感じでびっくりして出会った時、全部好きだったの本当に。もう全キミさんがもちろん好きだったんだけど、他の方のグループの曲を聴いて、これも好き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 だから、もうここしかないって思ったし、そうだからここの子供メンタルが生み出す曲が全部大好きなの。私ハマっているハマっているっていうか、私にはここしかないって思っちゃったんだよね、出会った時に。きっとみんなもそうかな、わからないけど。そうだからなんていうの、いろんな現場に行っていろんなライブをいろんなグループの方のライブを見て、全部好きって全部全通したい全部グループ全通したいぐらい好き。しかも不思議なことにどのライブ行っても、例えば連日テフテフさんのライブを見たとしても全部のライブ違くて、全部心が震えるの。もうそれは瀬戸りが違うとかもあるけど、一回一回のライブが全部違くて、本当に来てよかったって毎回思うんだよ。だから私もね、そんなライブをしたいって思うし、そんな歌を歌えるような人間になれるように絶対に頑張るって毎日思ってるの。そうなんです名古屋で大善ちゃん、ありがとう、会いに来てくれたね、ありがとう。まさかいると思わなくてびっくりしちゃったの。ここにいた、いる、いつもの
いつもは後ろなのに最前にいてくれたねいい前を見てた。ありがとう。ここにいてくれた。あそこにいてくれて、大阪か。あの時は大阪の最前の方はね、初めまして見る方が多かったの。だけど後ろのこの中間らへんの方にはいつも見てくれてる方がいて、もうすごい笑顔だったの皆さん。だからすっごいね、安心して私も笑えたの。ありがとう、本当にありがとう。もうふりしてくれてたの見えた。ありがとう。ね、わかるよ。かりやさんも衝撃。私ね、あれが好きなの。読み方がねわからないんだけど、読み方おぶり不安や不満ちょっと待ってごめんなさいね。オブリビオンみたいな、なんだっけ、あったあったあった。オブリ、これなんて読むの？これ流したらこれ1億人。期待、これ歌詞がないんだよね。期待ある。まあこれが好きですオブリビオンで合ってるかな。オブリビオンが好きなんです私。期待思いは美しい。今まで好きなの、そう素敵ね。ありがとう、みんな優しいね。今かくりやさんもね、あれだね、オーディションしてるから楽しみだね。これからさ11月もいろんなことがあるよね。私10月のハロウィンが楽しみすぎてだって仮装するんだよ。楽しみじゃない？みんなもさあれしてくれるのかな。仮装する？みんなする？仮装。ね、泣けるね。あの低音から入るのめっちゃ好き。15日そう帰る時の車もめちゃくちゃ幸せだったなんだっけな、帰りにね高木さんがね、なんだっけ、もうねお店の名前がなんせ覚えられない。お魚のお店、定食のお店、渋谷とか新宿にもあるしんべヱみたいな、すごいしんべヱ食堂みたいな、あれそうみたいな食堂に連れてってくれたの。めちゃくちゃ美味しかった。魚がこの名古屋の帰りで謎のしんべヱみたいな食堂に行ったんだけど、16、17、18らへんはもうめちゃめちゃ事務作業してますね。17はねライブ行ってまた震えてるよ私。この日は電気見るから。オタクの仮装ってでもなんだ、どんなんだなんかあればいいのにね。なんか仮装してきたら何かみたいな。ちょっと楽しみ。それ新八食堂だ。誰やしんべヱって。あれや忍たま乱太郎やしんべヱって。新八さんそれですのかす
かす漬けみたいな、かす酒かすみたいなのやつ食べた。おひさんの書類入ってるよここにおひさんのステッカーとエミさんに書いてもらったやつと NSLE さんのステッカーとおひさん、おひさんおひさんだらけ、みんなさんがくれるからおひさん。するの？仮装絶対可愛いじゃん、楽しみだよ。何がいいかな。迷っちゃう。なんだろう。でも動きやすい方がいいよね、ライブだから。長めのスカートとか。でも本気でする人とかいるのかな。なんかミイラとかゾンビ系の、あれはゾンビの花嫁みたいなさ、なんかちょっと紫っぽいさ花嫁みたいな、可愛いよねあれ。鮭なんか美味しい、美味しかった、あれ美味しかった。そう20日めっちゃね、嘘つき内緒の対バンだけ、嘘つき内緒だけ出る他の先輩方がいないライブだったんだけど、すごくね人がねあれだったの。ちょっと私の力不足で申し訳ないんだけど少なかった寂しくって、みんなよかったらライブ来てね。もうなんかもっと私が成長すればね来てくれる人も増えるだろうけど、この日はね寂しいってなってる来てくれた人は本当にありがとう、とっても嬉しかったよ。もうそうこの日ね初めましてくれた方がいて、なんか何度か対バンライブで見てくれてて、でこう踊ってくれたりしてたんだけど、時期に1回戻って撮らなかった方がいたんだけど、その方が初めて撮りに来てくださって、でなんか成長したと思ったから来たよって言ってくれて、って思って、なんかその言葉がすごい嬉しくて、なんか自分では分からないのよやっぱりどれだけ成長したのかとか。でもその方は定期的にねライブを見てくださってて、でチェキ取りに来てくれて、で見るたびに成長してて、今日一皮むけたと思ったよって言ってくれてめっちゃ嬉しかったこの日は。でかっこいい系が似合うねって言ってくれたんだって言ってくれたんだってそう言ってくれたの。自分で変化に気づかないけど見ててくれて変化に気づいてくれる人がいるんだって思ったらね、頑張ろうって思えたこの日。そうだからこの日は寂しいって思ったけどウィーンって嬉しかったそうだからね、なんて書いてあるんだろう。そうだね。そう一人でもね私のために時間を使ってさ会いに来てくれるのってめっちゃ嬉しいし、もう私はね自分の考えでは一人の方だけでもライブしたいって思うんだけど、やっぱ現実ってそんな甘くなくてさ、そりゃ人が呼べなかったらライブにもね出れなくなっちゃうから、もっともっと頑張るから遊びに来てください。みんなライブに来てくれると嬉しいです大変、もう時間がありがとう来てくれて。絶対似合うじゃん仮装、いつもおしゃれだから楽しみにしてるね。来れたらメイドさんかわいい、絶対かわいい。嬉しいこと言ってくれるみんな。エレベーターあれそれってこれってエレベーターあれこれはエレベーターか。あれエスカレーターエレベーターやはいってことで9時半なのでそろそろ終わります。
最近寒くなってきたのでまだまだね20日で終わってますが、私はまだ足りないかもしれないけど、チェキ取ってくれるみんなと話した時にまた話そうかなみんなありがとう。今日は来てくれてありがとうございました。ジェットコースター、それでもエレベーターも正解だよねありがとうございました。私の配信を見に来てくれて、途中ごめんね切れちゃって大パニックでしたで11月もみんな、まずはハロウィンだね。先輩方が帰ってきて会えるのをみんなで楽しみにしてよね。今日も多分ライブの写真上がるだろうから楽しみだ。またね。貴重な話ありがとうだよ。みんなの大事な時間を私に費やしてくれてありがとう。このお菓子は食べますので無駄にはしないのでありがとう。じゃあ11月もよろしくねみんな。ハロウィンだよ。ハロウィン楽しもうね一緒にね。楽しみだね。わあ、みんな来てくれるの？楽しみだよ。気合い入れよう。気合い入れてメイクしよう楽しみにしててね。みんなの仮装も楽しみ。あ、